運も実力も全て人間関係で決まる。誰と一緒に過ごすか、それだけであなたの脳は書き換えられていく。性格も習慣も価値観も人生の軌道までも。運がいい人と一緒にいれば運が良くなる。無気力な人といればやる気は消えていく。脳科学は証明している。あなたの人生は無意識に他人のコピーでできている。なぜ人は他人にここまで影響されるのか。人は想像以上に他人から影響を受けながら生きています。それは単なる印象や気分の話ではありません。実は私たちの脳の仕組みそのものが周りの人の影響を受けるようにできているのです。その鍵を握るのがミラーニューロンと呼ばれる神経細胞です。このミラーニューロンは相手の行動や表情を見るだけで自分の脳がまるでその体験をしているかのように反応してしまうという性質を持っています。誰かが笑えば自分も笑ってしまう。誰かが怒ればなぜか心がざわつく。悲しい話を聞くと自分まで気分が落ち込んでしまう。これは性格や感受性ではなく脳の物理的な働きです。そして影響されるのは感情だけではありません。生活習慣も言葉の使い方も考え方も人付き合いの姿勢までもが周囲の人の映し鏡になっていきます。例えばハーバード大学の研究では親しい友人が肥満になった場合自分も肥満になるリスクが 171% も高くなると報告されています。驚くような数字ですよね。その理由はとてもシンプルです。一緒に過ごすうちにその人の食習慣や生活スタイルを無意識のうちに真似てしまうからです。夜更かしが当たり前になったりつい甘いものを買ってしまったり外食が続いたり、そんな小さな行動が少しずつ自分の生活に染み込んでいきます。誰かがポテトチップスを食べていれば自分も食べたくなる。隣でいつも自慢ばかりする人がいれば無意識に認められたいという気持ちが湧いてくる。怒りっぽい人とばかり関わっていれば自分まで短気になっていく。ミラーニューロンとはまさに心の鏡です。そこに映るものがいつの間にか自分の一部になってしまうのです。私たちがこの神経細胞を持っているのはもともと人と助け合って生きるためでした。相手の感情を読み取り行動を真似することで協力や共感が生まれる。だからこそ社会の中で生き延びることができたのです。でも裏を返せば付き合う人を間違えればその人の価値観や習慣に自分が染まってしまうということでもあります。よく類は友を呼ぶと言いますが本当は類に染まるが真実かもしれません。人間関係はただのつながりではなく人格を形作る型そのものです。知的な人と過ごせば思考も言葉も磨かれていきます。でも愚かな人と過ごしていれば自分の中の大切なものが少しずつ抜け落ちてしまうんです。たとえ意志が強くても環境には勝てないことがあります。なぜなら私たちの脳は最初から周囲に同化するようにできているからです。だからこそ本気で変わりたいと思うなら最初に見直すべきは誰と一緒にいるかなのだと思います。人の人生はたった一人の隣人によって静かに大きく変わっていくのです。成功者はなぜ人間関係を断捨離するのか。人生を本気で変えようとした時ほとんどの人は何を始めるかに意識を向けます。新しい勉強を始めたり朝早く起きたり目標を立てたり。でも本当に変化を起こす人はまず誰と関わるかを見直します。成功者が必ずやっている習慣、それが人間関係の断捨離です。なぜなら人とのつながりは知らないうちに自分の時間を奪いエネルギーを奪い思考まで支配していくからです。会うたびに愚痴をこぼす人、何かにつけて否定してくる人、自慢話しかしない人、そういった人たちと過ごす時間はただの交流ではありません。あなたの未来を静かに削る人生の消耗です。成功している人ほど驚くほどシンプルな人間関係を持っています。数は少なくても自分を高めてくれる人とだけ関わる。なぜならその方が圧倒的に成長のスピードが速くなることを知っているからです。スティーブ・ジョブズが周囲のノイズを遮断せよと語ったように成功者は余計な声に惑わされない環境を自分で作ります。それは傲慢だからではなく自分の価値を正しく守るためです。誰に時間を使うかという選択はそのままどんな人生を生きるかという選択に直結しているのです。私たちは他人の言葉に影響されます。何気ない一言で自信を失うこともあればやる気をなくすこともあります。だからこそ誰と会うか誰の話を聞くかそれを意識的に選ぶことが重要なのです。成功者は友達を切ることに罪悪感を抱きません。なぜならそれが自分を守るための決断だと分かっているからです。他人にどう思われるかよりも自分がどうありたいかを優先する。それは冷たいのではなく本気で人生を変えたい人にとっては当たり前の選択なのです。あなたの時間は
あなたの命そのものです。その命をただなんとなく付き合っている人に使い続けていていいのでしょうか。一緒にいても疲れるだけの関係、何も得られない会話、会った後はいつも後悔するような人、そういった関係がいつの間にかあなたの可能性を押しつぶしてしまうのです。成長したいのに足を引っ張る人がいるなら、その人は手放していい。変わりたいのに否定してくる人がいるなら、その人からは距離を置いていい。大切なのは自分の人生に集中すること。そのためには過去のしがらみよりもこれからの自分を優先してください。人間関係を変えれば思考が変わります。思考が変われば行動が変わります。そして行動が変われば人生は必ず変わります。だから成功者は人間関係を選ぶのです。その選択こそが全ての土台になることを誰よりも知っているからです。絶対に関わってはいけない人。1、ネガティブ依存体質の人。誰にでも心が沈む日があります。疲れたり悩んだり弱音を吐きたくなることもあります。でも問題なのは一時的に落ち込む人ではなく、常にネガティブでそれを他人に寄りかかって処理しようとする人です。こうしたネガティブ依存体質の人は無自覚のままあなたの心に暗い影を落とします。一緒にいると話の内容はいつも愚痴、批判、嘆き、不安の羅列、前向きな言葉がほとんどなく、ポジティブな未来も見えてこない。気づかないうちにあなたの脳はそのネガティブな情報を受け取り、少しずつ感情の温度を下げられていきます。人間の脳は聞いた言葉や接する空気によってその日の思考のトーンが決まります。毎日ネガティブな話ばかりを聞かされていれば、思考も感情もどんよりと濁っていきます。これは気の持ちようで済む問題ではありません。実際に精神科医の中には毎日患者の悩みを聞き続けるうちに自らがうつ症状を抱えるケースも少なくないのです。ネガティブな人と長く関わるとあなたの生産性も低下していきます。脳はポジティブな状態にあるとき最も高いパフォーマンスを発揮します。逆にネガティブな感情に浸っていると集中力も判断力も鈍り、思考は保守的になっていく。つまりネガティブな人と付き合い続けることはただ気分が沈むだけでなく、現実的に成果や可能性まで奪われてしまうということです。さらに厄介なのはネガティブ依存の人はあなたの時間をどんどん奪っていくという点です。気分が落ちているからと何度も LINE や電話をしてきたり、深夜に感情を吐き出してきたり、あなたの生活リズムを乱し、集中すべき時間を断ち切り、感情の安定すら崩していきます。例えば仕事に集中している時に突然ネガティブな電話が鳴る。そこで一度脳の集中状態が切れると元の状態に戻るまでにかかる時間はおよそ30分。その上会話の後には疲労感だけが残り、前向きな行動をとる気力さえ失ってしまいます。もちろん誰かの悩みに寄り添うこと自体は悪いことではありません。でもそれが一方的でいつもあなたのエネルギーだけが消費される関係ならば、すでに健全な付き合いではないのです。ネガティブな人を遠ざけることに罪悪感を持つ必要はありません。それは冷たさではなく自分を守るための正しい選択です。自分の感情や時間を大切に扱うということは自分の未来に責任を持つということでもあります。付き合う人を変えれば心の重さが変わります。そして心が軽くなればあなたの人生もまた軽やかに進んでいくのです。絶対に関わってはいけない人。2、承認欲求モンスター。誰かに認められたいと思う気持ちは誰の心の中にもあるものです。けれどその気持ちがあまりにも強くなり、他人の評価だけでしか自分の価値を感じられなくなった時、人は不安定な生き方に陥ってしまいます。それが承認欲求モンスターと呼ばれる人たちです。このタイプの人はいつも周りからの称賛を求めています。褒められなければ不機嫌になり、共感してもらえないと心を閉ざしてしまう。すごいねと言ってもらいたくて何度も自慢話を繰り返したり、過去の武勇伝を語ったりします。しかもそれが全て本当とは限りません。話を少し盛ったり嘘を混ぜたりしてまですごい自分を演出しようとするのです。なぜそこまで他人の承認にこだわるのか。それは自分の軸がないからです。何が好きで何を信じてどう生きたいのか、その内なる羅針盤が欠けているため、自分を評価してくれる外の声に頼らざるを得ないのです。こうした人は人間関係において数を求めがちです。たくさんの人とつながることで自分は好かれている、認められているという感覚を得ようとします。けれどそのつながりは表面的なものばかりで、いざという時に本気で支えてくれる存在がほとんどいないのが特徴です。それは本人が誰かの支えになるような関係を築いてこなかったからでもあります。承認欲求モンスターと関わっていると、あなたはいつも役割を求められるようになります。
褒めてくれる人、肯定してくれる人、共感してくれる人、そういった振る舞いを期待され、その通りに反応しないと相手は簡単に機嫌を悪くしてしまいます。少しでも価値観が違ったり、自分と異なる意見を言われたりすると深く傷ついたような態度を見せてくるのです。その結果、あなたは相手を気遣いすぎて本音が言えなくなります。会話のたびに疲れ、何を話しても地雷を踏まないかと神経を尖らせるようになります。気づけば自分の言葉も自分の気持ちも置き去りになってしまうのです。さらに承認欲求モンスターにはアドバイス癖もあります。頼んでもいないのに自分の価値を見せつけるような上から目線の助言をしてきます。その背景には他人より優位に立ちたいという無意識の欲求があります。だからそのアドバイスには思いやりではなく支配欲がにじんでしまうのです。こうした人と長く関わっていると知らないうちにあなた自身も認められることが行動の基準になっていきます。無理して笑い、頼まれてもいないことに手を出し、断れないまま自分の時間とエネルギーを削ってしまう。気づいた時には自分が何をしたいのか、何を大切にしたいのかさえ見えなくなってしまいます。大切なのは誰かに認められるためではなく、自分の信じる人生を歩むことです。あなたの価値は誰かのすごいねで決まるものではありません。自分の選んだ道を胸を張って歩けるかどうか、それこそがあなたにとって本当の承認なのです。だからこそどれほど近しい相手であっても自分をすり減らしてまで付き合い続ける必要はありません。あなたの心を守ることはあなたの未来を守ることでもあるのです。絶対に関わってはいけない人。3. マウンティングゴリラ。会話のたびになぜか疲れる相手がいます。こちらが何を言ってもそれを上回ろうとしてくる。どんな話題でも自分の方が知っている、自分の方がすごい、自分の方が上。そんな人はただの知りたがりでも社交的な人でもありません。マウンティングゴリラと呼ばれる支配力の強い人たちです。このタイプの人に共通するのはとにかく優位に立ちたがるという強い欲求です。それは学歴であったり、収入であったり、仕事の成果であったり、家族の話題であったりとあらゆる場面に忍び込んできます。そして何気ない雑談の中にもその欲望はにじみ出てきます。聞いてもいないのに自分はこうだった、うちはこうなんだと語り始め、こちらが話す余地すら与えられない。マウンティングゴリラは会話を支配する場に変えてしまうのです。なぜ彼らはそこまでして上に立ちたがるのか。その背景には深い劣等感や不安があります。本当は自分に自信がない。だからこそ自分が優れていると周囲に信じてもらわなければ安心できない。それが攻撃性となって現れ、マウンティングという形で人間関係に現れるのです。一見すると自信に満ちたように見えるかもしれませんけれど、実際には他人を見下すことでしか自分の価値を保てない不安定な心の表れです。だからこそ他人が注目されることを嫌い、誰かが認められそうになるとすかさず自分をアピールしてきます。このタイプの人と関わっているとあなたの自己肯定感が静かに削られていきます。どんなに努力しても、どんなに成果を出してもそれくらい普通だよと言われてしまう。逆に少しでもミスをすればここぞとばかりに疲れる。あなたが自信を持とうとするたびに水を差されてしまうのです。またマウンティングゴリラのもう一つの特徴は相手の自由や行動に干渉してくることです。アドバイスという名の押し付け、励ましという名の支配、それは助言ではなくあなたをコントロールするための道具になっていきます。一緒にいて何かが引っかかる、話しているとなぜか自分が小さく感じる。その違和感はきっと正しい感覚です。マウンティングゴリラと付き合い続けるということは自分の価値を他人の基準で判断され続けるということ。それは知らず知らずのうちに自分を手放すことと同じです。あなたの価値は誰かより上か下かで決まるものではありません。比べられるために生きているのではなく、自分自身の物差しで生きるためにあなたはここにいるのです。もし今あなたの周りに自分を見下してくるような人がいるなら、会話のたびに疲れてしまう相手がいるなら、そっと距離を置いてください。人間関係は距離を置けば自然と消えていきます。その静かな勇気があなたの心を守り、人生を取り戻す第一歩になるのです。付き合う人を変えた瞬間、人生は加速する。人間関係を変えることは人生を根本から変えることにつながります。なぜなら人は周りの人の影響を受けて生き方や考え方を形作っているからです。環境が人を作る、そう言われるのは決して比喩ではありません。それは脳の働きに刻み込まれた同化という性質に基づく厳然たる事実なのです。付き合う人を変えるとまず言葉が変わります。言葉が変われば思考が変わる。思考が変われば行動が変わる。そして
行動が変わると現実が動き始めます。たった一人の人間との出会いがそれまで抱えていた限界を壊し、自分の可能性に火をつけてくれることもあるのです。ポジティブで行動力のある人と一緒にいると自然と背筋が伸び、前向きな選択をしようとする気持ちが生まれます。できない理由ではなく、どうやったらできるかを考えるようになります。一方でネガティブで愚痴ばかり言う人といると、挑戦する勇気がそがれ、現状を正当化して生きる癖がついてしまいます。人間は意志の力だけで生きているように見えて、実は日々の小さな空気に影響されながら暮らしています。だからこそ自分を変えたいと思った時、自分自身に鞭を打つよりもまず誰と一緒にいるかを見直してほしいのです。それだけで驚くほど心が軽くなり、未来が開けていく感覚を味わえるようになります。大切なのは自分を高めてくれる人を見極めることです。それはいつも前向きな言葉をくれる人、あなたの挑戦を応援してくれる人、失敗しても否定せず静かに背中を押してくれる人、そうした存在と過ごす時間はあなたにとって最高の投資になります。逆にあなたの夢を笑う人、成功を妬む人、失敗を責める人とは無理に関係を続ける必要はありません。過去にどれだけ仲が良かったとしても、今のあなたを苦しめる関係ならそれは手放すべき縁です。付き合う人を変えるということは自分の未来を選び直すということ。それはとても静かででも確かな人生の方向転換です。そしてその選択は誰にでも今日からできることなのです。あなたの人生はあなたが誰と過ごすかで決まっていきます。だからどうか自分の未来にふさわしい人たちとこれからの時間を重ねてください。あなたが本当に望む生き方に向かって心から歩いていけるように、その一歩を支えてくれるのはきっと人なのです。